皆さんこんにちは。日本人のリサです。お元気ですか？早速ですが、皆さん日本のお弁当文化はご存知ですか？日本ではお弁当箱にご飯やおかずを詰めて、お箸を入れて、それを大きな包みで縛り、お出かけに持っていく文化があります。家族で公園に行ったりドライブをするときも、おにぎりやおかずをお弁当箱に詰めて出かけたりもします。綺麗な公園や景色を見つけると、そこにレジャーシートを敷いてお弁当を広げて食べたりします。私はお弁当をよく作るので、よかったら写真を見てください。これは家族でお出かけした時のお弁当の写真です。そしてこれは子供が幼稚園の時のお弁当です。キャラ弁といってすごく凝って作るママもいますが、私はそこまでできませんでした。そしてこれはおせち料理です。これも私が作りました。お正月に食べるお弁当のようなものです。このお弁当箱のことはお重箱と言います。作るのは大変ですが、お重箱に詰めていくときはワクワクして楽しいです。少し説明させてもらうと、丸くて黄色いものは卵で作った伊達巻きです。小さくて黒い丸い粒のものは黒豆です。さつまいもの上に栗が乗っているのは栗きんとんです。どれも甘くて美味しいですよ。今回は日本のお弁当文化について話しました。皆さんの国はどんなお弁当を作りますか？コメント欄でぜひ教えてください。今日も聞いていただいてありがとうございました。登録していただけたらとっても嬉しいです。それではまたお会いしましょう。皆さんこんにちは。日本人のリサです。お元気ですか？早速ですが、皆さん日本のお弁当文化はご存知ですか？日本ではお弁当箱にご飯やおかずを詰めて、お箸を入れて、それを大きな包みで縛り、お出かけに持っていく文化があります。家族で公園に行ったりドライブをするときも、おにぎりやおかずをお弁当箱に詰めて出かけたりもします。綺麗な公園や景色を見つけると、そこにレジャーシートを敷いてお弁当を広げて食べたりします。私はお弁当をよく作るので、よかったら写真を見てください。これは家族でお出かけした時のお弁当の写真です。そしてこれは子供が幼稚園の時のお弁当です。キャラ弁といってすごく凝って作るママもいますが、私はそこまでできませんでした。そしてこれはおせち料理です。これも私が作りました。お正月に食べるお弁当のようなものです。このお弁当箱のことはお重箱と言います。作るのは大変ですが、お重箱に詰めていくときはワクワクして楽しいです。少し説明させてもらうと、丸くて黄色いものは卵で作った伊達巻きです。小さくて黒い丸い粒のものは黒豆です。さつまいもの上に栗が乗っているのは栗きんとんです。どれも甘くて美味しいですよ。今回は日本のお弁当文化について話しました。皆さんの国はどんなお弁当を作りますか？コメント欄でぜひ教えてください。今日も聞いていただいてありがとうございました。登録していただけたらとっても嬉しいです。それではまたお会いしましょう。